BBR の輸送ヘリの解説動画です。このゲームの輸送ヘリはキャノピーが薄く、ローターも脆いので数えきれないくらい銃殺、撃墜されます。基本編では輸送ヘリの基本的な知識、操作を紹介します。この後紹介する各種データは実測値です。輸送ヘリマップ、輸送ヘリがリスポーンするマップは以上の通りです。0人サーバーか入るマルツアイランズの練習がおすすめです。マルツアイランズの RU 側は2機、インファントリーコンクエストは両軍に1機リスポーンします。 HUD、 ヘリの状態は HUD を見て確認します。高度、昇降径、姿勢指示器は墜落防止に確認します。オプション、 UI を非表示で HUD を消せます。各種データ、ヘリの耐久値は数値で確認できません。画面揺れ、煙、炎状態で把握します。キャノピーの破損はリペアキットか本拠地修理で治ります。占拠地周辺、本拠地エリアで搭乗員がリスポーンできます。輸送ヘリが破壊されるまでの射撃数です。機体正面の火ダメでの検証です。各ビークル破壊までの射撃数です。機体正面の火ダメでの検証です。ヘリ操作 E でエンジンがスタートします。Q でラペリングロープを展開します。 C でテーブを視認できます。右クリックで前方部が視認できます。オプション、ピッチ操作反転が有効で説明します。上昇 W で機体が上昇します。下降 S で機体が下降します。左回転 A で機体が左回転します。右回転 D で機体が右回転します。ピッチダウン、マウス上で機首が下に傾きます。ピッチアップ、マウス下で機首が上に傾きます。左ロール、マウス左で機体が左に傾きます。右ロール、マウス右で機体が右に傾きます。前進 W を押しながらマウスを上に動かします。後退 W を押しながらマウスを下に動かします。左移動 W を押しながらマウスを左に動かします。右移動 W を押しながらマウスを右に動かします。斜め移動 W を押しながらマウスを左上に動かします。すり鉢飛行、標的を中心に旋回する操作です。左右ガンナーが射撃するのに必須ですので練習しましょう。 WA を押しながらマウスを左上に動かします。中心をずれたら A を押し離しして調整します。回避交代、墜落しない角度で交代する操作です。リトルバード等の襲撃に使用することで生存率が上がります。姿勢指示器ラインが見えない程度にピッチアップして W を押します。降下速度が 0m 毎秒以下になると墜落しやすくなります。テイブ視認飛行、パイロットの資格を補完してガンナー射撃を可能にするのがテイブ視認飛行です。 C を押して視点を切り替えて操作します。すり鉢飛行も可能ですし、接敵時の射撃には多用します。障害物が多い拠点制圧等で使用すると安全度が高まります。すり鉢飛行、回避交代、テイブ視認飛行は必ずマスターしましょう。タブー、接敵時に静止すると敵の集中砲火を受けて死にます。敵、拠点に真正面から近づくと被弾しやすくなるのでパイロットは死にます。 APC、RCB にむやみに近づくとローターに被弾して墜落します。ビークルの乗り捨てをすると敵に拿捕されてリスポーンしなくなります。これらの行動はやめましょう。隊員輸送 Q でラペリングロープを展開して隊員がいつでも降下できるようにしておきます。歩兵は 16m 以上から飛び降りると死にます。降下タイミングは低空飛行をします。敵拠点の近くでは視覚で降下させます。敵に気づかれないように低空飛行で近づきます。ピックアップ時は周囲に敵がいない時に行います。特に拠点制圧直後は警戒をします。高高度から急降下して隊員を輸送するときはカウントダウンと外に出る合図をすると降りやすいです。建物の近くに設置するタイミングを狙われやすいです。索敵、マック、M でマックを出します。拠点、敵スポットを確認します。拠点の点滅、×の周辺に敵がいます。スポット、敵の歩兵、ビークルに赤色のマークがついています。ガンナーの射撃、ガンナーが射撃してる場所に敵がいます。
手いぶしにして車線先を確認します。マズルフラッシュ、光の点滅付近に敵がいます。音よりも方向が分かりやすいです。敵味方の車線が行き交っている場所に敵がいます。ターゲットになりやすいので距離感に注意します。反射鏡、パイロットにとってスナイパーは脅威です。反射鏡を発見したら直進以外で近づきます。手いぶし人、敵が潜んでいそうな場所を手いぶし人しながら移動します。フリールックは主に上空のヘリ確認に使用します。ガンナーの射角、パイロット視点、ガンナー左、ガンナー右、ガンナー交点。ガンナーの射角交点はおよそ10メートルです。対象を照準に捉えると左右ガンナーで射撃できます。射角、額真下はパイロットの死角ですが、機体をロールして射撃できます。11、12番席の RPG 発射負荷も同等です。両角限度、ガンナーの両角限界は画面上端なので、敵を画面内に捉える必要があります。応用兵